皆さんこんにちは。持田あかりです。今日はグラニースクエアハットの作り方を紹介します。明るい色合いのコットン毛糸を使ってカラフルに仕上げました。今回はつばの広さ普通タイプとつばがフリフリになっているタイプの2種類の編み方を紹介します。できるだけ丁寧に説明していきますので、ぜひ動画を見ながら一緒に作ってみてください。それではスタート。まずは仕上がりのサイズです。画面をご覧ください。大人の女性にちょうどいいサイズ感になっています。ただし仕上がりサイズは編む人の力加減によって異なります。使用した毛糸はセリアで購入したロアンです。メインの白い毛糸は3玉、それ以外はだいたい 0.3 玉程度使用しました。違う毛糸で編みたい方は同じぐらいの太さの毛糸を使用してください。必要な道具はかぎ針、ハサミ、とじ針、マーカーです。かぎ針は5号 3mm を使用しました。大まかな作り方を説明します。まずはモチーフを6枚編みます。6枚編めたら輪になるように縫い合わせます。次に帽子のてっぺん、トップの部分を編みます。トップとモチーフを縫い合わせます。最後につばの部分、ブリムを編んで出来上がりです。普通タイプとつばフリフリタイプでブリムの部分だけ編み方が違います。それでは編んでいきます。まずは輪の作り目をします。左手の2本の指に2回毛糸を巻きつけます。2回巻いたら一度右手に持ち替えて、毛糸玉につながっている毛糸を指にかけます。輪を挟むようにして持ってください。かぎ針を持ってきます。輪の中に針を入れて、指にかけた毛糸を針にかけ、輪から引き出します。もう一度針に糸をかけてループを引き抜きます。これで輪の作り目ができました。まずは立ち上がりの鎖編みを3回編みます。鎖編みの編み方は針に糸をかけループを引き抜く、これが鎖編みです。あと2回編みます。3回鎖編みが編めたら3目めの鎖にマーカーをつけてください。鎖編み3目めにマーカーをつけました。最初の立ち上がり3目は長編み1目と同じ扱いをしていきます。では最初に長編み2回、鎖編み2回を編んでいきます。長編みの編み方は針に糸をかけ、輪の中に針を入れます。針に糸をかけて輪から引き出します。針に3本毛糸がかかっている状態になりました。針に糸をかけて3本のうち2本を引き抜きます。もう一度針に糸をかけ、残った2本も引き抜きます。これが長編みです。もう一度編みます。針に糸をかけ、輪の中に針を入れます。毛糸をかけて引き出します。針に糸をかけて3本のうち2本を引き抜きます。もう一度糸をかけて残った2本も引き抜きます。長編み2回が編めました。鎖編みを2回編みます。
ここから先は長編み3回、鎖編み2回のセットを3回繰り返し編んでください。まずは長編み3回。次に鎖編みを2回。このセットをあと2回、合計3回編んでください。長編み3回、鎖編み2回のセットを3回編み終わりました。真ん中の輪を引き締めます。針にかかっている毛糸を少し引き出して針を抜いておきます。まず糸端を少し引っ張ります。糸端を引っ張ると真ん中の輪のどちらか1本が短くなります。短くなった方の毛糸をさらに引っ張ります。真ん中の輪が小さくなったら糸端をさらに引っ張り引き締めます。これで真ん中の輪を引き締めることができました。針をループに戻します。最後に立ち上がりの鎖編み3目めのところに引き抜き編みをします。マーカーがつけてある目です。マーカーがつけてあったところに針を入れ、糸をかけて針にかかっているループをすべて引き抜きます。これで1段目が編み終わりました。このまま糸を引き出してカットしても良いのですが、緩むのが心配な場合は最後に鎖編みを1回編んで毛糸を10センチぐらい引き出してカットしてください。糸端を引っ張って最後の鎖編みを小さくしておきます。1段目を編み終わるとこんな感じです。4つの角のところにスペースが空いているのがわかると思います。この部分を角の鎖編みのスペースと呼んでこの先説明していきます。2段目はこの角の鎖編みのスペースから編み始めます。どの角から編み始めても構いません。2段目を編みます。2段目はこの角の鎖編みのスペースから編んでいきます。角の鎖編みのスペースに針を入れたら、次の段で使う毛糸を持ってきて編み地と糸端を挟むようにして持ってください。針に糸をかけて引き出します。2段目を編みます。まずは立ち上がりの鎖編みを3回編みます。1回目の鎖編みを編み終わった時、この段の毛糸の糸端を指にかけた毛糸の右側に持ってくるようにしてください。残り2回鎖編みを編みます。3回目の鎖編みにマーカーをつけておきます。3回目の鎖編みにマーカーをつけました。まずは最初の鎖編みのスペースに長編み2回、鎖編み1回を編みます。毛糸をつないだこの部分です。長編みを2回、鎖編みを1回、最初の鎖編みのスペースに長編み2回、鎖編み1回を編みました。次からは
角の鎖編みのスペースに長編み3回、鎖編み2回、長編み3回、鎖編み1回を編むというのを繰り返します。残りの3箇所のスペースに編んでください。次に編むのはここの隣にある角の鎖編みのスペースです。まずは長編みを3回、次に鎖編みを2回、長編みを3回、最後に鎖編みを1回です。これと同じものを残り2箇所の角にも編んでいきます。前の段の糸端が出ている角に来たら、この角を編むときに糸端を編みくるんでいきます。こんな風に右側に糸端を持っていきます。最初の目を編むときに編み地に入れた針の上に糸端が乗るようにしておいてください。この状態で編んでいきます。こうすると編み地の中に糸端が入ります。角を編み終わったら裏側を確認して編みくるんだ毛糸が緩んでいないか調節してください。3箇所の角の鎖編みのスペースを編み終わって最初の角の鎖編みのスペースに戻ってきました。最初の鎖編みのスペースには長編み3回、鎖編み2回を編みます。この時毛糸をつないだ時の糸端が出ているのでこれを右側に持っていって編みくるんでいきます。針を入れた時、針の上に糸端が乗るようにしておいてください。長編み3回、鎖編み2回を編みました。最後に立ち上がりの鎖編み3目のところに引き抜き編みをします。マーカーがつけてある目です。これで2段目が編み終わりました。このまま糸を引き出してカットしても良いのですが、緩むのが心配な場合は一度鎖編みを編んでから10センチぐらい糸を引き出してカットしておいてください。糸端を引っ張って最後の鎖編みを小さくしておきます。2段目が編み終わった時はこんな感じです。3段目を編みます。3段目も角の鎖編みのスペースから編み始めます。どの角から編み始めても構いません。角に針を入れ、この段で使う毛糸と編み地を挟むようにして持ちます。針に糸をかけて引き出します。まずは立ち上がりの鎖編みを3回編みます。1回目の鎖編みを編んだら、糸端を指にかけた毛糸の右側に持っていきます。残り2回鎖編みを編みます。3回目の鎖にマーカーをつけておきます。3回目の鎖編みにマーカーをつけました。最初の鎖編みのスペースに長編み2回、鎖編み1回を編みます。
長編み2回と鎖編み1回が編めました。ここから先は鎖編みのスペースに長編み3回、鎖編み1回を編みます。角の鎖編みのスペースには長編み3回、鎖編み2回、長編み3回、鎖編み1回を編んでいきます。これを繰り返して段の終わりまで編みます。次に編むのはこの隣にあるスペースです。ここは角ではないので長編み3回、鎖編み1回を編んでください。長編み3回、鎖編み1回を編みました。次は角の鎖編みのスペースです。角には長編み3回、鎖編み2回、長編み3回、鎖編み1回です。角の鎖編みのスペースを編み終わりました。同じ要領で段の終わりまで編んでください。前の段の糸端が出ているところは2段目の時と同じように編みくるんでいってください。最後の鎖編みのスペースのところまで編みました。最初の鎖編みのスペースのところに長編み3回、鎖編み2回を編みます。この時、この段の糸端を編みくるんでいきます。長編み3回、鎖編み2回を編みました。最後に立ち上がりの鎖編み3目めに引き抜き編みをします。マーカーがつけてある目です。これで3段目が編み終わりました。鎖編みを1回編んでから毛糸を引き出してカットしておきます。3段目が編み終わるとこんな感じです。4段目は3段目と同じ編み方で編んでいきます。4段目を編み終わった時こんな感じです。5段目を編みます。5段目は今回のモチーフの最後の段です。編み方はほぼ一緒ですが、最後の部分を引き抜き編みではなくとじ針を使って閉じていきます。まずは角の鎖編みのスペースから編み始めます。これまでと同じように糸をつないで鎖編みを3目編んでください。これまではこの鎖編みの3目目にマーカーをつけていましたが、この段は1目目の長編みのところにマーカーをつけます。では最初の鎖編みのスペースに長編み2回、鎖編み1回を編みます。最初の長編みを編んだらこの頭のところにマーカーをつけてください。最初の長編みの頭にマーカーをつけました。ここから先は前の段と同じように編んでいきます。最後の鎖編みのスペースまで編み終わりました。最初の鎖編みのスペースに長編み3回、鎖編み2回を編みます。
長編み3回、鎖編み2回を編みました。前の段まではこの後引き抜き編みをしていましたが、最後の段はとじ針を使って閉じていくので、毛糸を10センチから15センチほど引き出してカットします。カットした糸端をとじ針に通します。糸端をとじ針に通しました。まず最初に一番最初に編んだ長編みの頭に針を入れます。マーカーがつけてあるところです。今回は分かりやすいようにマーカーを取らずに作業しますが、マーカーは取っていただいて構いません。横から針を入れます。次に一番最後に編んだ鎖編みの頭に上から針を入れます。この部分です。こうすると最初と最後が V 字できれいにつながります。余った毛糸は裏側の目立たないところに入れてください。余った毛糸はカットします。これでモチーフの最後がつながりました。糸始末について説明します。真ん中から出ている糸端以外は編んでいる途中で編み地の中に編みくるんであると思います。編みくるんである毛糸はそのままカットして大丈夫です。もしほどけてくるのが心配な場合は、とじ針を使って糸始末をしてください。真ん中の糸端は編みくるんでいないので、糸始末をしていきます。とじ針に糸端を通します。糸端を通したら、あとは同じ色の編み地のところに入れていきます。余った毛糸はカットします。他の糸端も糸始末する場合は今のやり方と同じように糸始末をしてください。これでモチーフ1枚が編み終わりました。大きさがだいたい 8.5 センチ ×8.5 センチほどになりました。お好きな配色でモチーフを6枚編んでください。モチーフの大きさが 8.5 センチ程度にならなかった場合のサイズ調整方法についてお伝えします。今回の帽子はモチーフの大きさ ×6 が帽子の大きさになります。ですので、モチーフ1枚の大きさが 8.5 センチと大きく異なる場合は、出来上がりの帽子のサイズが大きすぎたり小さすぎたりすることがあります。サイズを調整したい場合は、使うかぎ針の太さを変えてください。モチーフ1枚が 8.5 センチより大きかった場合は、1段階細い4号 2.5 ミリのかぎ針で編むと、モチーフが少し小さく仕上がります。反対に 8.5 センチより小さかった場合は、1段階太い6号 3.5 ミリのかぎ針で編むと、モチーフが大きく仕上がります。モチーフとモチーフをつないでいきます。つなげる部分の2倍から3倍ぐらいの長さの毛糸を切って、とじ針に通してください。
それではモチーフをつないでいきます。この角からつなぎ始めて上に向かって縫っていきます。まずは左のモチーフの角の鎖編み2目のうち、縫っていく方に近い方の鎖編みに下から針を入れます。真ん中を針が通るようにして V 字の片方だけが針にかかるようにしてください。最後に糸始末をするので糸端は10センチほど残してください。次に右のモチーフの鎖編み2目のうち、こちらもこれから縫っていく方に近い方の鎖に上から針を入れます。真ん中から針を入れて1本だけが針にかかるようにしてください。次に左のモチーフの先ほど毛糸を通したところにもう一度下から針を入れます。これで1目縫いました。次は長編みの頭同士、向かい合っている目に針を入れて縫っていきます。まず右側のモチーフの長編みの頭に上から針を入れ、左のモチーフの長編みの頭に下から針を入れます。これを繰り返して最後まで縫っていってください。最後のところまで縫い終わりました。最後に右側のモチーフの鎖編みのところにもう一度上から針を入れ、毛糸を裏側に持っていきます。裏側に糸始末をします。裏面の目立たないところに針を刺して糸始末してください。余った毛糸はカットします。反対側に出ている糸端ももう一度とじ針に通して同じように糸始末してください。これでモチーフとモチーフがつながりました。6枚のモチーフが輪になるようにつなげてください。モチーフを6枚つなげ終わりました。帽子のトップの部分を編んでいきます。まずは輪の作り目をします。これで輪の作り目ができました。長編みの円を編んでいきます。まずは立ち上がりの鎖編みを3回編みます。3目めの鎖にマーカーをつけてください。3目めの鎖編みにマーカーをつけました。この立ち上がりの鎖編み3目は長編み1目と同じ扱いをしていきます。長編みを11回編みます。
長編みを11回編み終わりました。真ん中の輪を引き締めます。輪を引き締めたらかぎ針を戻します。最後に立ち上がりの鎖編み3目めに引き抜き編みをします。マーカーがつけてあるところです。これで1段目が編み終わりました。2段目を編み始める前に長編みの立ち上がりについてお話しします。長編みを編むときは最初に立ち上がりの鎖編み3目を編むのが一般的ですが、立ち上がり付近にはどうしても穴が開いてしまいます。もしこの穴が気になる、穴をなくしたいという場合は、鎖編み3目ではない立ち上がりの編み方があります。やり方を説明した動画のリンクを貼っておきますので、ぜひそちらをご覧ください。この先の説明では、立ち上がりは鎖編み3目で編んでいきます。2段目を編みます。まずは立ち上がりの鎖編みを3回編みます。3回目の鎖にマーカーをつけておきます。2段目はすべての目に増し目です。増し目というのは、1つの目に2回長編みを編んで目の数を増やすことです。立ち上がりの鎖編み3目は長編み1目と同じ扱いをしますので、一番最初に編むのは立ち上がりの鎖編み3目の根元の部分に長編み1回です。そうすると1つの目に長編みを2回編んで増し目を編んだのと同じことになります。これで今2目編めたということです。ここから先は1つの目に2回ずつ長編みを編みます。全部で24目になります。最後の目まで増し目を編みました。立ち上がりの鎖編み3目めのところに引き抜き編みをします。これで2段目が編み終わりました。3段目を編みます。まずは立ち上がりの鎖編みを3回編みます。3目めのところにマーカーをつけます。次の目に増し目を1回編みます。ここから先は長編み1回、増し目1回というのを11回繰り返して編んでください。次の目は長編みです。その次の目は増し目なので、長編みを2回編んでください。同じ場所に針を入れ、長編みをもう1回編みます。これを繰り返して段の終わりまで編んでいきます。最後の目まで編み終わりました。目の数が増えて36目になっています。最後に立ち上がりの鎖編み3目めに引き抜き編みをします。これで3段目が編み終わりました。4段目を編みます。まずは立ち上がりの鎖編みを3回編みます。
3目めにマーカーをつけておきます。次の目に増し目を1回編みます。ここから先は長編み2回、増し目1回のセットを11回繰り返し編んでいきます。11回繰り返し編んでいくと、あと1目残った状態まで編み終わるはずです。まずは長編み2回を編みます。次は増し目です。増し目なので同じ場所に2回長編みを編みます。このセットを全部で11回編んでください。長編み2回、増し目1回のセットを11回編み終わりました。この段にあと1目残っています。残っているこの目には長編みを1回編みます。最後に立ち上がりの鎖編み3目めに引き抜き編みをします。これで4段目が編み終わりました。5段目を編みます。立ち上がりの鎖編みを3回編みます。3回目の鎖にマーカーをつけてください。まずは長編み2回と増し目1回を編みます。ここから先は長編み3回、増し目1回のセットを11回繰り返し編んでください。まずは長編みを3回、次の目に増し目です。このセットを全部で11回編んでください。そうすると段の終わりまで編み終わると思います。長編み3回、増し目1回を11回繰り返して段の終わりまで編み終わりました。目の数が増えて60目になっています。立ち上がりの鎖編み3目めに引き抜き編みをします。これで5段目が編み終わりました。6段目からの編み方はこちらです。11段目まで編んでください。11段目の最後の目まで編み終わりました。11段目の終わりはモチーフの最後を閉じた時と同じように閉じ針を使って閉じていきます。ですので引き抜き編みはせずに毛糸を10センチから15センチほど引き出してカットしてください。カットした糸端を閉じ針に通します。閉じ針に糸端を通しました。最後の部分を閉じていきます。まずは一番最初に編んだ長編みの頭に針を入れます。立ち上がりの鎖編み3目めにマーカーをつけていた場合はその隣の目になります。横から針を入れます。次は一番最後に編んだ長編みのところに針を入れます。上から針を入れます。この時、後ろにある毛糸も一緒に刺しておくと良いと思います。これで最初と最後がつながりました。
余った毛糸は裏面に糸始末してください。中心に出ている糸端も同じようにとじ針に通して糸始末してください。トップとモチーフをつないでいきます。わかりやすくするためにトップにマーカーをつけます。立ち上がりの部分から22目ごとにマーカーをつけます。まずは立ち上がりの部分にマーカーをつけます。場所は少しずれても構いません。マーカーをつけた目を1と数えて22目数えます。ここが22目目です。そうしたらその次の23目目のところにマーカーをつけます。マーカーをつけたらマーカーの目を1と数えてまた22目数えます。22目数えたら23目目のところにマーカーをつけます。これを繰り返していきます。22目ごとに6箇所マーカーをつけました。トップの外側の長さの2倍ぐらいの長さの毛糸をカットしてとじ針に通してください。トップのマーカーをつけた場所とモチーフの縫い目が合うようにして持ってください。この時トップもモチーフも内側になる面同士が合うように持ってください。それでは縫っていきます。縫い方はモチーフとモチーフをつないだ時と同じです。まずはモチーフの角の鎖編みのまだ縫っていない目に針を入れます。下から針を入れて V 字の1本だけが針にかかるようにします。糸端は10センチほど残しておき、編み地の間に入れておくと邪魔になりません。次にマーカーがついている目に針を入れます。マーカーを外します。マーカーがついていた目に上から針を入れ、V 字の1本だけが針にかかるようにします。次にモチーフの角の鎖編みに下からもう一度針を入れます。ここから先は向かい合った目同士を縫っていきます。まずトップの目に上から針を入れます。モチーフの目に下から針を入れます。このやり方でつないでいってください。モチーフの角の鎖編みまで縫い終わりました。トップの方はマーカーの目まであと1目残っています。モチーフとモチーフの間の縫い目とトップの残った1目を合わせて縫っていきます。まずトップの目に針を入れ、モチーフの方は縫い目のところで針が入れられそうなところに針を入れます。
これでモチーフ1枚分縫い終わりました。次はトップのマーカーがついている目とモチーフの角の鎖編みをつないで縫っていきます。同じやり方で最後まで縫ってください。一周縫い終わりました。最後に糸始末をします。適当なところに針を刺して糸端を裏側に持っていきます。編み地を返して裏面に糸始末をします。縫い始めの糸端も同じ場所にあると思うので、軽く結んでから糸始末するとよりほどけにくくなります。もう一本の糸端も同じように糸始末してください。これでトップとモチーフをつなげることができました。ブリムを編んでいきます。トップの編み始めの位置と同じところから編んでいくときれいに仕上がります。毛糸をつなぎます。縫い目のところにつなぎます。縫い目のところならどこでも構いませんので、刺せそうなところに針を刺してください。毛糸を持ってきて、針に糸をかけ引き出します。1段目を編みます。まずは立ち上がりの鎖編みを1回編んで、同じ場所に細編みを1回編みます。編み地に針を入れ、糸をかけて引き出します。もう一度針に糸をかけて2本のループを引き抜きます。これが細編みです。最初の細編みを編んだらマーカーをつけておいてください。最初の目にマーカーをつけました。ここから先はすべての目に向こう半目の細編みを編んでいきます。モチーフの目21目と縫い目の部分に1目編んでいくので、合計で132目編むことになります。今縫い目のところに1目目を編んだので、次はモチーフの角の鎖編みに編みます。向こう半目だけを取りますので、V 字の上から針を入れ、1本だけ針にかかるようにして細編みを編みます。次は長編みの頭です。これも V 字の上から針を入れ、細編みを編みます。こんな感じで編んでいってください。縫い目のところに来たら、刺せそうなところに針を刺して細編みを1回編んでください。一番最後のモチーフの角の鎖編みまで編み終わりました。細編みの数が132目になっていることを確認してください。一番最初に編んだ細編みに引き抜き編みをします。マーカーがついている目です。これで1段目が編み終わりました。2段目を編みます。まずは立ち上がりの鎖編みを3回編みます。
3回目の鎖にマーカーをつけます。この鎖編み3目は長編み1目と同じ扱いをしていきます。まず最初に長編み4回、増し目1回を編みます。ここから先は長編み10回、増し目1回のセットを11回繰り返します。まずは長編みを10回編みます。長編みを10回編みました。次の目に増し目を編みます。このセットを全部で11回編んでください。長編み10回、増し目1回のセットを全部で11回編み終わりました。この段はあと5目残っています。残り5目は長編みです。最後に鎖編み3目めに引き抜き編みをします。これで2段目が編み終わりました。2段目が編み終わった時、こんな感じです。ここから先の編み方は画面に出しておきます。つばの広さ普通バージョンとフリルバージョンで編み方が異なります。9段目の最後の目まで編み終わりました。これはつばの広さ普通バージョンです。最後はとじ針を使って閉じますので、引き抜き編みはせず、毛糸を10センチから15センチぐらい引き出してカットします。カットした毛糸をとじ針に通します。最後を閉じていきます。やり方はトップの最後を閉じた時と同じです。まずは一番最初に編んだ長編みの頭に針を入れます。立ち上がりの鎖編み3目めにマーカーをつけていた方はその隣の目です。一番最初の長編みに横から針を入れます。次に最後に編んだ長編みに上から針を入れます。この時裏側にある糸にも針を通しておくと良いと思います。これで最初と最後がつながりました。余った毛糸は裏面に糸始末します。編み始めの毛糸も同じようにとじ針に通して糸始末してください。これで完成です。お疲れ様でした。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。
これからも編み物に関する動画をたくさんアップしていく予定ですので、ぜひチャンネル登録、高評価をお願いいたします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。またねー。